追放された最弱勇者ガチャ進化で無双の頂へ第84話絶対0度と雷鳴四大マハタ撤退ハガピシルバルミラの剣がユーマノの同性格に切り裂こうとした。その瞬間キーン空気が鳴った。それは金属音でも魔法が発動した時の独特の魔力振動でもない。まるで世界そのものの歯車がずれるように噛み合った音。歪んでいた現実が強引に正しい位置へと押し戻されるような澄み切った共鳴。わあ、バルミラの動きが頬の針の咲くほどだけ遅れた。彼女ほどの存在にとってそれは致命傷とも言える以上だった。ロクン、地面全体が心臓のように脈打つ。内臓をつかまれ引きずり下ろされるような圧倒的な重圧。そしてドーン、蒼白の閃光が爆発した。衝撃波が全てをなぎ払う。ユーマもバルミラも同時に吹き飛ばされる。宙を舞うユーマの視界いっぱいにありえない光景が展開された。大地そのものが一瞬にして巨大な魔法陣へと書き換えられていく。はかりのルーン、不可学も魔力の流路、それらが縦横無尽に走り戦場全体を包み込み一気に完成していく。なんだと画面の奥でバルミラの声がはっきりと低くなった。ユーマはまだ理解できない。でも足の裏から伝わる感触だけでわかる。来るとてつもない何かが。これは即席の魔法じゃない。今この瞬間の思いつきで放てる規模じゃない。すでにずっと前からこの瞬間のためだけに仕込まれていた術式だ。バルミラの瞳に初めて明確な危機感が灯った。その瞬間戦場の底から凛とした声が響いた。氷回収エンジン絶対冷風展開セレスだった。術式分割により前線の魔法を維持したまま彼女はずっとこの最終式を詠唱し続けていた。いや正確には昨日バルミラが線に触れたあの瞬間から始まっていたのだ。死に悪魔元光と戦場の中心点全てがこの一撃のために整えられていた。空が凍る、音が消える。次の瞬間地面が割れたのではない。氷が生まれた。ドガーン、戦場の中央から蒼白のつららが噴火のように吹き上がる。一つや二つじゃない、無数に100本1000本槍のように鋭く塔のように巨大な氷が放射状に点をつく。その中心にバルミラがいた。氷の嵐が直撃する。回避不能、防御不能、氷結と衝撃と圧壊が同時に襲いかかり精液馬体ごと空間を叩く潰す。ドーン、ガガガガガガガ、魔力衝撃が砕け装甲が裂け地面に巨大なクレーターが刻まれる。致命傷。その一個手前バルミラは氷煙の中で膝を折りかけていた。なめるな。だがまだ立つ。砕けた氷を蹴り飛ばし強引に立ち上がる。しかし崩れた氷の向こうからさらに新たな氷層がせり上がってきた。多重展開、術式分割、術式拡張、魔力優秀。セレスの持つ装備と才能が完璧に噛み合った殲滅人。ユーマ、リーナの叫びが届く。今や傷を負いながらもバルミラは氷の向こうで笑っていた。なるほど、まさかここまでとは。仮面の奥の視線が心底楽しそうに細まる。やっぱりあなたたち殺す価値があるわ。溶液がピシム、ミシン、ミシミシュと四大魔性の魔力で絶対冷風が削られていく。
スの額から汗が落ちる。間に合ってお願い。まだ完成じゃない。完全展開まであと数呼吸。ユーマは地面に突き刺さった剣を見た。氷越しにバルミラの殺意の視線が突き刺さってくる。ユーマは剣をかすめ取ると踏み込んだ。はあ、雷光をまとった斬撃が氷の隙間を縫ってバルミラへ迫る。バルミラが吹く。だがその切なシュパーン、イーナの弓がうなった。雷神の弓が雷矢へと変質した光を連射。さらに青律の指輪が起動。ニヤ同時、一子は前霊を撃ち抜き、もう一子は自動でバルミラを追尾する。逃げても無駄、回避しても無駄。青い雷の矢がカーブを描き、氷煙をぶち抜いてバルミラへ突き刺さる。バリー、雷撃直撃。魔力装甲が焦げ、咲くほどの氷の傷口がさらに裂けた。矢が止まらない。3射4射、バルミラが初めて交代した。防戦、完全な防戦。速い。威力が異常だ。画面の奥でバルミラは瞬時に理解する。魔法使いの希望、弓兵の精度。だがそれだけじゃない。同時展開、追尾、異常な出力。武器が違う。いや、これは進化時の氷回収エンジンがうなりを上げて魔力位相を変える。第2段階へ移行。つららの模様が赤く染まり、空間そのものを凍結し始める。バルミラは舌打ちした。だがその瞬間、バルミラの視界に雷光が跳ね上がる。ユーマのにたったサップと分けた違い。剣の雷が一点に収束、圧縮されている。バルミラの判断よりユーマの踏み込みの方がわずかに一瞬先を取った。はあ、一直線の雷光。バルミラはとっさに腕を交差。魔力装甲を最大出力で展開。キーン、耳を裂く金属音。雷が魔力障壁を削り続ける。受け止めきれない衝撃が骨を叩き割ろうとする。魔力装甲がひび割れる。だがギリギリで止めた。地面をえぐりながらバルミラは後方へ滑るように吹き飛ばされる。こいつ、画面の奥で彼女は短く息を吐いた。その瞬間だった。氷回収エンジン完全展開。空気が止まる。いや、違う。戦場の温度、魔力、運動エネルギー、すべてを強制的に停止させる領域へと変貌する。ドーン。つららが内側から外れた。砕けたのではない。増殖したのだ。氷を生み、氷が空間を侵食。逃げ道を封じ、魔力の流れすら凍らせながら巨大な結晶構造体が一気に閉じる。バルミラの魔力装甲が一斉に悲鳴を上げた。ラッキー。防御層が割れ、圧縮された氷圧が身体を叩く潰す。ああ、これまでで最もはっきりとしたダメージ。血が鮮烈に噴き出し、こう描いて宙を舞う。装甲の一部が砕け散る。もう余裕はない。バルミラは理解した。これは正面から戦っていい陣ではない。ここで続ければ確実に仕留められる。彼女は地面を踏み砕く。魔力を一点に集中させ、空間を歪める強制跳躍。この私が逃げる打倒。氷を破り雷を裂き、彼女は霧のように姿を消す。撤退だった。完全な撤退。残された氷回収エンジンの中でユーマは剣を構えたまま息を荒げていた。遠くへ離脱したバルミ
装備ではない。進化させ連動する、同時展開できるアイテムですらない。脅威そのものだ。全部あの進化師の作品。戦場の情報が彼女の脳裏を一気につながった。中央戦線、勇者たちが使っている剣も杖も盾も魔道具もまさか全て同じユーマの力。進化、武器の性能だけじゃない。成長する戦力という概念そのもの。王国軍はもう止まらない。ガルミラは若くつぶやいた。流れが変わったわね。事実。その瞬間から戦場は目に見えて変化した。中央戦線では勇者たちの進軍が大きく前進し始める。武器が折れない。魔力切れを起こさない。連携が異様なほど早い。北部防衛線でも押し返せるぞ。前進準備。ユーマの周囲の部隊が初めて攻勢の声を上げる。守るだけだった防衛線が一歩前へ出た。たった一度の強襲失敗。だがそれは四大マハタバルミラにとっての敗北であり、王国軍にとっての戦局反転の始まりだった。ユーマは剣を握りしめたま